さあ始まりました。皆さんよろしく。僕は TV です、今回なんですけれども、ファーストラストをね不定期で手掛けているフリー、こちらの紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。今実際ね僕も着用しているこういった、古着、を用いた、リメイクアイテムだったりするんだけど、このフリーっていうのは、フリーの由来はファーストラスト、ファーストとラスト、そういったところの語呂遊びもあったりします。自由な趣、そういったアイテムを提案しているのがフリーです。で基本的にフリーに関しては以前もご説明しているんですが、古着ボディを用いたそういった作品が多いです。例えばこの T シャツに関してもフルーツ・オブ・ザ・ルーム、皆さん馴染み深いと思うんですけども、フルーツの、基本的には90年代、ないしはレート 80s ぐらいからのボディ、そういったところから無地のボディ、ブランクボディですねを使ったアイテムです。無地のボディにこういったインラインとは違う、例えばこのケン高倉の T シャツだったらモノトーンのプリントにしています。インラインはカラープリントなんですけど、フリーラインに関してはこういったモノトーンでバックプリントはなしとか、こういった最近ではねこのブランクボディでも古着屋さんで 4,5,000円するんだよね、結構高騰してきていて、なかなかいいブランクボディって見つけにくいんだよね。そういったところをこだわって僕はディグってます。僕が着てる T シャツもねそうなんですけど、これはもともとブランクのポケット T シャツなんですよ。それにポケットにあえてオーバープリントで、クールのプリントを施してるんだけど、これももともとは無地のボディでした。それにモノトーンプリントを入れて T シャツだったり、これねボディも90年代表現したそういう背景も90年代っていうところですごく個人的にも気に入ってる一枚です。ケイト・モスだったり、90s のミューズのケイト・モスだったり、カルバン・クラインのそれだったりっていうのをちょっと表現した。ナッシーも分からないところでやってるからこんなんやってたんすかみたいな、そういうのもあると思うんだけど、ターコイズのボディもフルーツ・オブ・ザ・ルームですね。それめっちゃいいな。やっぱ古着のその、ブランクのボディって、もちろんコンディションはいいけども、いい意味で伝えてる、色があせた感じの、絶対新品じゃ出ないですよね。和紙の言葉を借りると、そのフェードしたって「汗だ」とかあるじゃない。それってファーストラストのラストに通ずるっていうかさ、ラストって直訳すると錆びるっていう意味なんだけど、ファーストラストのラストって別にそこだけを目指してるわけじゃなくて、逆説だったりするわけ。ファーストラスト、ゆりかごから墓場までなんだけど、古着ってやっぱそういう見えがかりもあったりするんだけど、自分って別に洋服捨てないし、その消費する的に別に捉えてないのね。だからそういったところでも提案していきたいなっていうのがこのフリーだ。これはタイダイ語で、メイドイン USA のボディなんだけど、これはねまだ加工する前なの。加工というかプリント入れる前なんだけど、これにファーストラストの CI のファーストラストメイドイン東京レプっていうプリントをね入れていく予定なので、こういう素の状態を見せるのもありかなと思って今日持参しました。ファーストラストでも本当そのニーズが高いんだよね。こういったネルシャツ、ウィークエンドってやってるじゃない。それとはちょっと見えがかり、趣を変えたのがこの古着のねUSA のネルシャツを使ったアイテムです。これはビッグマックっていうメーカーのものなんだけど、これにドーンプリントを入れてる。これはロマンスドーンタイプ。これはねインラインのコレクションにはないアプローチだから、フリーのその
ちょっとこう焦った趣とロマンスドーンをミキシングしたっていうアイテム。あとはこちらカーディガンタイプのスウェットですね。これはねジャージーズっていうメーカーのものがね、結構このジャージーズもいいボディが多いです。結構ねこのジャージーズは綿ポリを得意としてるメーカーさんなんだけど、やっぱりこれも90年代、90s のジャージーズのブランクボディのカーディガンを使っています。古着が好きな方だったら分かっていただけるんだけど、このジャージーズのカーディガンタイプのスウェットってマジでなくて玉が、僕ももう数着しかこれは持ってません。ただ数着持ってる中のものをフリーとして紹介して今回提案したいなと思って、ロマンスドームです。ないですね、ボディがないんだよね。高いし、ボニータとかのグッドボディとかね、無地ほんともうないね。高騰しちゃってる、あったとしても、あとはこういったフーデッドタイプ、ジップアップのフーデッドだね。でこれはヘインズだね。ヘインズのブランクボディのジップアップフーディにロマンスドーンのプリントをこういった形で施しました。サイズやコンディションも含めね、いい個体があったので、こういった形で形にしています。ざっとね、数アイテム紹介したんですけれども、こういった形でフリーに関しては自分も出会いだったり大事にしてるから、ディーラーのところとか古着屋さんとか見に行った時にいいボディがあればこれでこういうものを作りたいなっていう着想が浮かんだ時に本当一期一会だと思うから、その時にボディ自体をね買うようにしてます。まあ玉数は決して多くはないんだけど、やっぱりフリーラインを愛好していただいてるというかさ、そういうカスタマーさんもいらっしゃるから、お届けしたい気持ちがあるから、まあ、出会いに合わせて、ね、創作するようにしてます。こんな感じですね、フリーは。バリエーションが本当増えてきましたよね。そうだね。徐々にいろんなものを考えてるっていうのが少しずつ形になってきてる感じがします。そうだね。あえてこう難しいプリントのそれを選んでるというかさ、そういうのもやっぱこだわりだよね。ファーストラストで、ピンポイントでそのカラーを出すとなんかうるさくなりそうだけど、古着で焦ってるからターコイズが使いやすいんですよ。それもあるかも。好きじゃん。俺ターコイズとかさ、ティファニーブルーとか好きで、やっぱそういうボディ作りたいのもあるんだけど、これはもう素の状態だから。これはこれでしか絶対表現できないんだよね。全てがもうこれは一点物じゃない。個体自体も一点物だし、これに仮にねドーンプリントなんか入れてるアイテムは、ドーンプリントって3色のインクを使ってるから、絶対こう一緒の色目になりようがないんだよね。グラデーションもある種こうインクを贅沢に使ってる。その都度インクをさ廃棄しなきゃいけないのよ。もったいないけど、個体も一点物、プリントも一点物、結構これは突き詰めて作ってる、ぜひ皆さんね機会があれば手に取ってみてください。はい、そんな感じでちょっと話も脱線しながらフリーラインのご紹介をさせていただきました。はい、今後もね、ファーストラストのインスタグラムを中心に不定期でご紹介していきますので、皆さんぜひね、お問い合わせだったり、コメントだったりお待ちしております。はい、そんな感じで今回のノックアウト TV はこれで失礼します。ありがとうございます。